ここに当たる、ここにね、これがこういうここに当たるよ。こういうふうにこう引いとるのをこっちからすくうわけ。全部これとこれがまあ大体使うんだけどね。はい、それをすくうという。違う。どっちちり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 、これの繰り返しをやればね。6。そう。だからその時に突っ込まんようにね、はい、気をつけんと散々破けるよ。はい、どうぞ。軒の下までよそろ船がつくちゃんちゃん。離れ島でも見たらいは港よ。Mitarai has plenty of cultural, historical, and aesthetic appeal. A local folk song created in the early Showa period called Mitarai Bushi is a reminiscent of the rhythm of boat rowing. Mitarai once prospered as a port waiting for the tide and wind for the Kitamaebune, a shipping route to return to, and has been selected as an important traditional buildings preservation area where the streets of the Edo period still remain today. The Mitarai Bushi is sung by the locals on a light shamisen. It makes you feel the history and life of Mitarai. The local shamisen group leader accepted our interview. 田中さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日はミタライ節についていくつか質問させていただきたいと思います。はいはい、最初に田中さんがその三味線を始められたきっかけとか、あとそのミタライ節とのその関わりた慣れ初めについてちょっとお話しください。ちょうどね、三味線がね、たまたま私のお家にあって、おばあさんが弾いたのがね、あったんですよ。はい、で、ちょっと60歳、還暦いいんですけど、60歳の時にね、同窓会でクラス会が集まってね、はい、そういう会があった時に何か自分でやろうかなと思ってね、何がいいかなと思ったらたまたま三味線があったもんだから、そうだ、三味線を習おうと思って、でちょうどまだ私はサラリーマンやったんでね、で広島で勤務してたんですがね、たまたま三味線屋さんのとこ行って、で三味線を習いたいんですかって話してね、ただ私みんなと一緒に習うのは嫌だから、もうマンツーマンで教えてくれる先生を紹介してくれと言ってね、紹介してもらった先生のところに通うようになってね、はい、そして三味線を始めるようになった。そしたらもう最初はあとやったようにもうバチンバチンとこの音がうまくいかなかったのね、もう家で女房がいつももう変な音がするけどもうやめてって言われたのがね一生懸命やったら先生からだんだんうまく教えてくれてね、でそれからだから今17年ぐらいなのかね、17年ほど今三味線をね、やってます。一のとかこれあれですよね、ドンこっちですよね。だからドンチンでドンチンチンで、違う、初めてやったその催しでその披露されたんですかね。披露したんだけど全然ね、ミタライ節もトンチンチンまでいったあとはもう全然できんから、もう途中でもやめたんだからね。でやめたから今度よし一生懸命やろうって言って一生懸命練習してね、余計やる気に火がついて、そうそう、チンチンとチチリチチテンレンドンツンシャンシャン、その三味線のその歌の種類って長唄とか浄瑠璃とか、他にもそのミタライ節の他にもいろいろ種類があると思うんですけど、その田中さんが特にミタライ節を愛されて演奏され続けている理由っていうのは何かあるんですかね。特にミタライ節っていうのは民謡なんよね、はい、全国にいろんな地域の歌がある中のミタライというミタライの歌なんで、はい、それはもうミタライの人はもう何かあるとね、一番最初にミタライ節を歌って始まると。でイベントが終わると今度は櫓音頭というので
締めて終わると、こういうのがもう習わしがあるわけですよね。だからみんな御手洗の人は、御手洗節は三味線を弾く人はまあいなかっても、歌はみんな、まあ、歌えるのは歌えるわけね。だから我々も細い時からもう特におふくろなんかからもよくもう耳に聞いてたから、もう自然に御手洗節というとか櫓音頭というのはもう耳に入ってるからね。なるほど。でまあたまたま三味線があるから御手洗節も歌ったり三味線も弾くようにということで、まあ、勉強したわけですね。御手洗の人にとってはその御手洗節とあと櫓音頭っていうのがもうメジャー、これはメジャー。なるほど。田中さんがその三味線を演奏される際とかあと歌われる際にそのなんか大事にしている考えって何かありますかね。これはね三味線の先生から言われたんだけどもね、日本の歌っていうのは間いうのが大事ないと言われるんですね。間というのね、普通西洋の音楽は音符通りにこうやらないと、音符ちょっと四分音符ちょっと違うとかこう言われるでしょ。日本の音楽というのは、例えば三味線の場合は歌う人が一番中心になるわけですよ。なるほど。ね、だから歌う人によって若干歌をこう伸ばしたり速くしたりする癖があるでしょ。その癖を三味線の人は見抜かんとダメなんね。なるほど。だからトン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 というふうに本当はリズムになっとんだけど、人によってはトン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 という癖の人もおるし、トントントトントントンって歌う人もおるし、みんな歌い方が違うから、三味線の人はその人の癖を見て弾かんと、あなたの歌い方がおかしいとはいかダメなんよね。なるほど。その演奏のリズムに個性があるから、その個性を合わさないといけないし、そのためには「間」言ってから一瞬ちょっと息をこうちょっとしたねものが大事なわけですよ。なるほど。そういう間を大事にしなさいって先生からいつも言われとったからね。それできてるのできてないかわからないけども、私はそういう気持ちで歌ったり弾いたりしてるんだけどね。なるほど。で手はもうこのそうそう音がきれいな、そう田中さんのじゃあその数ある民謡のお話の中で、その御手洗節を歌うときにお気に入りというか、その好きなお話っていうのは何かありますか。お話ね、これはね御手洗節というのはね、茨城県出身の赤い靴だとかシャボン玉湯のいろんな民謡をした作詞家でね、野口雨情という有名な作詞家がおるわけです、日本でもね。その野口雨情さんが御手洗に来て、そして向こうの友田さんの別館で3日間ほど泊まって、そして山から海を見たり海から小舟に乗って御手洗を見たりしながらね、3日間で歌詞をこしらえたのが御手洗節という歌詞になったわけですよ。その時に私のおふくろが野口雨情さんとずっと3日間ほどね、いろんなお世話をするのにずっと付き添っていたわけですよ。で御手洗節ができた時に呉出身の、藤井清美さんという、有名な作曲家がね、それを作曲したわけですよ。でその時に一番最初にできた時に私のおふくろに歌わしたわけ。なるほどね、これをちょっと歌ってくれと。それで歌ったのが一番最初の御手洗節の始まりだいうことを私のおふくろから細い時からずっとこう聞いていたもんだから、それを私らも聞いていて、それは違う、ちょっと違うとか言いながらね、教えてもらったんが。なるほど。それがやっぱ一番の好きな。なるほど。ありがとうございます。小さい方が難しそうですね。難しい。僕らもやったことないけどなかなか。私もそれ初めて見ました。初めてそんな小さいの見ました。に取ったらここパンパンになるからね。それでこれも全部これコマって言うんだけども取るわけ。取ってこういうふうに全部こういうふうにして
これをこう取って、それでこう何もないようにしてね、でここを全部こうやってきれいにこうやって拭いて、手の湿り気がないようにして、こっちが3こう上に溝があるでしょ。上のF はファかで合わすの。これでね、これでとかね、ファーのシャープで御手洗で、生まれ育った田中さんにとって、その御手洗にしかないところ、自分が田中さん自身が、気に入ってらっしゃる御手洗の魅力っていうのはどこにあるか教えていただけますか。次、昔ながらの建物もそうだし、そして人もね、御手洗で生まれ御手洗で育ったというのが非常に多い、町でもあるからね、その家並みだとかそういうのが僕はもう非常に誇りに思ってるわけよね。この自慢に思ってるんですよ。だからサラリーマンで全国北海道行ったり九州行ったりもう東北行ったりいろんなところへ全国で転勤で行ったけども、私と女房は私はもう会社を勤めが終わったら必ず御手洗に帰ろうと、老後は御手洗で過ごそうというふうにね思って御手洗に帰ってきたんだけども、もう海はあるとオゾンのね空気がきれいでしょ。島の人はねどういうわけか声が大きいよね。もう近所の方でもうあっちの方でも喧嘩しようの聞こえるとかねそういう声がもうバーッとこう開く、それがねやっぱ肺にもいいしね、そういうのが僕は大好きなんですね。御手洗の持ってる建物とか自然の雰囲気とか、あと人も田中さん自身はもうなんかこれからあんまり人の前で演奏するというかは、僕はね、三味線そのものがねだから民謡いうのは御手洗節と百羅音頭ぐらいしかあんまり知らないんですよね。僕は三味線は長唄の三味線をずっとやるんですよ。長唄の三味線、長唄いうのは歌舞伎なんかで音楽が出るでしょ、歌舞伎の、音楽を僕はやるわけ。だから違うわけよね、ジャンルが。だから浄瑠璃って言うてる浄瑠璃なんかでやる三味線もあるし、長唄だとかでやる三味線もあるし、民謡を弾く三味線も種類が違うわけね。ここの太さが違うわけですよ。だから僕はいつも歌舞伎でやる音楽を練習しよう、いろんな音楽をね、でそれでやるでたまたま御手洗でおるから御手洗節やるだけであってね、御手洗節がそういう民謡はあんまり僕は練習はしないんだけどね、この御手洗節と百羅音頭しかしないんで、あとはみんな長唄の音楽は練習をするのが僕は本来の練習なんですよ。離れ島でも御手洗は港よとこさの金のまたえさらさの金の下までよそろ船がつくちゃんちゃん積前灘なら波が立つひょんのきゃめったにゃ見られない恋というなら観音崎のよどこさ波はまたえさらさ波は荒くもよそろ越えてくる積前灘なら波が立つひょんのきゃめったにゃ見られない見せて
やりたや住吉様のよどこさ松はまったえさらさ松は愛よいよそろ離りゃせに石前灘なら波が立つひょんのきゃめったにゃ見られない